ミルトンチャンネルです。今日は新しくキャンピングカーを作るために中古の軽トラックを購入しました。その買った車がこちら。今回はスズキのキャリーという車を中古で33万円で手に入れましたが、内装も外装も想像以上に綺麗でめっちゃテンション上がりました。これまで私は快適に寝泊まりできるように改良したエブリィで季節を問わず2週間以上の車中泊を何度もやってきました。私のエブリィは 12V クーラーと FF ヒーター、サブバッテリーを装備していて、ルーフボックスや床下収納に荷物をたくさん積めるので季節を問わず快適に過ごせるんですが、実はどうしても解決したい課題を2つ抱えていました。そのストレスの1つ目は車の中で立てないこと。これは2泊3日程度の車中泊では全く気にならないんですが、2週間以上の長期の旅をする場合に車の中で立てないのは体を伸ばしたりストレッチもやりづらいので、いつも不満に感じていました。次にストレスの2つ目が夏の炎天下での車内が暑くなりすぎること。私のエブリィは断熱材をたくさん入れていて、天井にはソーラーパネルやルーフボックスを積んでいるので、それなりに太陽の熱を遮る効果はありますが、車の側面は鉄がむき出しなので、夏の炎天下では車内がめっちゃ暑くなってしまいます。これは鉄の素材がむき出しの車の宿命でもあるんですが、どれだけ断熱をしても私のエブリィやハイエースのような車両は夏の太陽の下では車内に熱が容赦なく伝わります。これらの悩みを解決し、長期の車中泊でもさらに快適に過ごせるように、トラックの上に新しくキャンピングシェルを作ることにしました。キャンピングシェルを作るといっても、まずは車がないとキャンピングシェルのイメージすらできないので、車両を実際に購入することにしました。そこでまず購入を検討したのが1トンや2トンのトラック。ここで私が心配をしたのがトラックの燃料の問題。実はトラックは表のようにそもそも軽油を燃料にしている車両がとても多く、ガソリンのトラックはかなり少ないです。これは私個人的にはディーゼルトラックでも全く問題ないんですが、私の住む東京都では粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は東京都内では登録も走行も禁止されています。これはこれから私が作ろうとしているキャンピングカーのような RV 車にも適用され、規定から外れた車は粒子状物質除去装置をつける必要があります。私は中古のトラックを探していて、都内でも問題なく乗れるコスパの良い車両が欲しいので、今回はディーゼルトラックを選択肢から外しました。そこで私が目をつけたのが軽トラック。軽なので走行性能はかなり落ちますが、軽トラックは車高 2.5 メートルまでの高さを稼げるので、私の希望している車内で建てるキャンピングシェルを作ることができそうです。また2022年の法改正で軽トラの積載制限が車両の長さが前後それぞれ 10%、 左右それぞれ 10% はみ出して良い法律に緩和されており、かなり大きめのキャンピングシェルを作ることができそうです。この前後左右それぞれ 10% ずつという数字、一見大したことないように感じますが、実際に作れる車両の大きさを映像にしてみると、軽自動車の車の幅は 1475mm なので、それの 10% ずつ、つまり 147.5mm ずつを足すと 295mm、 幅が約30センチ近く大きくなります。これで最大 1770mm の幅を作ることが可能です。また車の長さは全長 3395mm なので、それの 10% ずつ、つまり前後で 339.5mm ずつ足されるので 679mm 延長されて最大 4074mm の長さを利用できるようになります。これは車で例えるとマツダのボンゴバンと同じぐらいの全長なので、かなり広々使えることになります。これで軽トラを探すことに決定はしたんですが、実はこれらの軽トラック、メーカーも車種もいろいろあって、それを決めるのにも苦労しました。今現状中古取引されている車両は主にダイハツハイゼットトラック、
スバルサンバー、日産クリッパートラック、三菱ミニキャブトラック、ホンダアクティトラック、スズキキャリーがあります。この6車種のうちスバルサンバー、日産クリッパートラック、三菱ミニキャブトラック、ホンダアクティトラックはすでに生産が終了しています。私はメンテナンス部品をなるべく純正のものを使い、ディーラーでも修理してもらえる車が良いので、今回選ぶ軽トラをダイハツハイゼットトラックとスズキキャリーの2車種に絞りました。このダイハツハイゼットトラックとスズキキャリー、年式によって多様な車種が出ていて、最新式のハイゼットジャンボやスーパーキャリーは画像のように座席の後ろにスペースがあり、走行性能も高く便利そうではあるんですが、私はキャンピングシェルの部分の面積をなるべく広く取りたかったので、ハイゼットジャンボやスーパーキャリーは今回却下としました。次に私は軽トラの走行性能に着目しました。通常軽トラックは農作業をする方向けに作られていて、狭い畑道でも小回りが利くように前輪と後輪の幅のホイールベースが通常の軽自動車よりも短く作られている車種が多いです。この軽トラのホイールベースの短さは農作業に使うにはもってこいな設計なんですが、私のようにキャンピングシェルを乗せる場合は直進の安定した走行性能が落ちて、台風や悪天候の際にホイールベースが短いと車がふらつきやすくなります。ここでダイハツのハイゼットトラックとスズキのキャリーを比較すると、歴代のハイゼットは一貫して 1900mm のホイールベースに対し、キャリーは年式によっては 2350mm とホイールベースが長い車両があります。これを計算すると 2350-1900mm なので 450mm、 スズキキャリーの方がホイールベースが約45センチも長く作られている車両があります。これは軽トラの上にキャンピングシェルを乗せた場合に安定性能が大きく変わると予想されるので、私はこの 2350mm のキャリーの中古の軽トラを探すことにしました。そこでネットで見つけて購入したのがこの中古33万円のスズキキャリー。正式名称はキャリートラック KC エアコンパワーステ付き。この車の型式は EBD-DA63T で、オプションを含まない新車購入代金は90万4050円になっています。平成22年式2010年製で、走行距離は7万5000キロ。写真で確認しても外装も内装も綺麗です。千葉のかなり奥地の車屋さんで、私の家から遠いので原車を見ずに購入を決めました。車自体は車屋さんで2年の車検をつけていただけるとのことだったので、別途諸費用はかかりましたが、個人的には程度の良い車を買えたと感じています。これまで複数のオーナーの方が所有していたようですが、内装や外装が綺麗ということはおそらく丁寧に乗られていたことが分かります。これは私の個人的な持論ですが、内装や外装の綺麗な車はメンテナンスをきちんとされていた場合が多く、車購入後のトラブルも少ない印象があります。今回購入の決め手になったのは他にも理由があり、パートタイム 4WD で5速マニュアル、エアコンパワーステ付きだったこと、また雪道で活躍する ABS とエアバッグもオプションで付いています。この機能は使わないに越したことはありませんが、私は真冬の北海道や雪山でも車中泊をするので、ABS やエアバッグが付いていると安心です。またこの車は禁煙車だったこともあり、車の内装もきれいに保たれていました。納車時の映像はありませんが、車屋さんで車検を通してもらった翌日に車を引き取ってきました。エブリーと比較すると車の高さが少しエブリーより低くなっているんですが、これはバンクと呼ばれる運転席の上の部分をなるべく高さを高く取りたいので、これはこれで好都合です。フロントグリル周りも7万キロ乗っているにしてはかなり綺麗に保たれています。またエブリーと並べてみたところ、タイヤのホイールベースの長さもほぼ一緒のようで、詳しく調べると長さは全く同じ 2350mm でした。これならキャリーの上にキャンピングシェルを作っても安定して運転ができそうです。ちなみに現状販売されている最新式の
3BD-DA16T はホイールベースの長さが 1905mm となっていて、今回私が購入した EBD-DA63T より約45センチホイールベースが短いんですが、私の車の燃費が1リッターあたり 15.8km なのに対し DA16T は燃費が 18.7km もあるので、走行性能は最新版の方がかなり良さそうです。フロントボンネットも両方開けてみました。エブリィの方がボンネットの部分に複雑なパーツがたくさん入っていますが、それに比べキャリーの方は比較的シンプルなパーツ構成になっているようです。ものすごく細かくチェックするとフロントバンパーの部分に点錆びを見つけてしまいました。これは後ほど自分で補修しておきたいと思います。ヘッドライトは若干くすみがかっているので、これも後ほど自分で磨いておきます。以前私はエブリィでもヘッドライトを磨いたことがあるので、おそらく問題なく綺麗になると思います。このヘッドライト磨きはちょうど3年前に施工したものですが、3年経ってもこの綺麗さを保ってますので、今回もきっとうまくいくと思います。軽トラ後部の鳥居の部分もかなり綺麗なままです。内装も車屋さんで掃除していただいてるみたいなんですが、それにしてもかなり良い状態です。普通はこのぐらいの年式だとシートの破れ等もあると思うんですが、そういった破れも一切ありません。今回購入したキャリーには雨よけのサイドバイザーもついていて、雨の日に少し窓を開けてもこれがあるので雨が吹き込んでこないので、この点も気に入りました。バッテリーもカバーを外してチェックしましたが、令和2年8月に24000キロで交換されて以降交換されていないようなので、バッテリーは近いうちに交換したいと思います。助手席側の内装も詳しくチェックしていきます。この部分にはさすがにペットボトルは入れられませんが、ここにはサイドのドアポケットがついていて、車中泊で使いそうなカーテンやシェード等を入れられそうです。運転席側も詳しくチェックします。ここは助手席側とは違い、少し大きめのドアポケットがついていて、この前方にはなんと 500ml のペットボトルが入ります。続いて運転席のハンドル右手には小さな収納が2つ作られていて、小さい方にはご覧のようにミンティアを入れたり、大きい方には Android のスマホも入れることができました。小さい収納の上には光軸調整ダイヤルもついています。そしてセンターコンソールの部分にはペットボトルが2本入れられるドリンクホルダーがついていて、ドリンクホルダーの前には結構大きめなフロアトレイもついています。そしてフロアトレイの上にはラジオとちょっとした小物が入れられるスペースがあります。エアコンの動作確認も行いましたが、問題なく冷たい空気が出ました。そしてラジオの横にはちょっとしたペン入れの収納とシガーソケットから電気を取れるようになっていました。メーター部分はタコメーターはついておらず、かなりシンプルな表示になっています。助手席側前方にはご覧のようなインパネトレイの収納がついていて、その下には少し小さめのグローブボックスがついていました。助手席や運転席の足元はこんな感じ。エブリィと比べるとかなりシンプルな印象を受けます。センターコンソールの部分には小さいコンソールポケットもついています。今回はあえて5速マニュアルの車を購入しました。少し運転しましたが、マニュアルの運転久しぶりなのでかなり面白かったです。このパートタイム 4WD の切り替えレバー、後ほど運転して試してみます。ちなみに窓はパワーウィンドウではなくハンドウィンドウです。ちょっと面倒ですが、エンジンを切っても開けられるのでよしとしました。シートを上げて座席下を確認してみます。シートの固定はシートを上げたら備え付けの紐にフックを引っ掛ければ簡単に固定できます。座席下を確認してみると、やはり予想通りかなり綺麗です。これは助手席側も同じで、収納されているジャッキ等の工具も含めてかなり綺麗な状態だったんですが、この後補修が必要な箇所を見つけてしまいます。はい、今ジャッキアップでジャッキを上げようとしたんですけども、このデフの部分からオイルが漏れていることに気づいてしまいました。こんな感じでガレージのコンクリートにオイルが垂れて染みています。ジャッキアップをせずに車体下に潜って確認してみます。こういったマフラーの部分は錆び等もなくてかなり綺麗なんですが、
デフの部分のこの部分にオイル漏れを発見してしまって、こんな感じでティッシュで拭ってみるとオイルがついてきます。すごく大きなオイル漏れではないんですけども、早々に修理した方が良さそうです。このオイル漏れ、実際にはオイルがにじんでいる程度なので車検も問題なく通るようなんですが、この点は少し残念でした。この後車の下をくまなくチェックしましたが、車体下に潜って発見できた不具合はデフのオイルにじみだけでした。この車は主に福島県で使われていたようなので、融雪剤の影響で車の下がサビサビになっているんではないかと懸念していましたが、そういった心配もなくデフのオイルにじみさえ直せば問題なく乗れそうです。オイルにじみの修理は自分で直せそうにないので、車屋さんに持って行って修理してもらいました。修理代金は約1万3000円。他には不具合がなかったみたいなので、ちょっと一安心です。車屋さんに持ってったら、デフの部分のデフシールと呼ばれるところがパッキンからオイル漏れしていたようで、そこの部品を交換してもらいました。オイルのにじみもなくなったので、これで安心して車に乗れます。車に乗るにあたって音量も計測しました。軽トラなのでかなりうるさいと予想していたんですが、車内の音量は最大でも75デシベル程度、平均だと60デシベル程度なので、そこまでうるさいわけでもありません。ちなみに同じ検証をエブリィでも試してみましたが、こちらは最大74デシベル、平均だと 70.2 デシベル。全く同じ条件で走っているわけではないので参考にしかなりませんが、平均値はエブリィの方がうるさいぐらいです。続いてキャリーの走行性能を試すために河原にやってきました。すべての煽りを下ろしてみるとこんな感じ。煽りを下ろしてもかなり綺麗なことがわかります。この車の大きな特徴として 2WD と 4WD の切り替えができるようになっています。まずは 2WD で走ってみます。ちなみにこれから運転する河原がこんな感じ。一見すると平らに見えますが、ところどころに大きな石があって結構運転しづらいです。こういう道はちょっとエブリィではあんまり行きたくないところです。でも 2WD でも陸でも全然大丈夫ですね。なんか厳しい道。はい、では次 4WD に変えて運転してみたいと思います。で、この 2H、4H、そして 4L の違いなんですけれども、4H というのが平坦な砂利道やあぜ道を行くときはこの 4H を使って、起伏の激しいこのような岩混じりの荒れた道はこの 4L の方がいいようですので、今回はこの切り替えを 4L にして、次は 4WD で運転してみたいと思います。運転しづらいはしづらいですね。やっぱり悪路なんで。ちょっと 4WD の方が少しだけパワーがあるような感じはしなくもないです。やっぱり岩がいっぱいあるところはなかなか運転がめんどくさいですね。ちなみに車の外からこの河原を運転している姿を撮るとこんな感じ。そこそこ大きな石が点在しているので結構車体が揺れます。運転してみた感想では四駆の方が若干運転しやすい印象はありました。この車なら雪道も運転しやすそうな印象です。実はこの後小さい上り坂に差し掛かります。この時二輪駆動で運転しているんですが、ギアがセカンドではうまく登れません。一足じゃないと無理か。一足に入れても車が滑ってうまく登れません。
ここで4区に切り替えて登ってみます。4区に切り替えると問題なく登れました。やっぱりこういうちょっと厳しい道だと4区に切り替えるとちゃんと登れますね。このぐらいの傾斜でも砂利道だと2区だとちょっと登りづらかったんですけど、今4区に切り替えたら普通に登れましたね。いい感じです。四輪駆動車やっぱ安心感がありますね。スタックをしないっていうのは心強いですね。今回は希望通りの車を買えたので、あとは荷台に快適なキャンピングシェルを作れるよう頑張りたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。